通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、実写版ゼルダの伝説からの話題になります。このチャンネルでもね、以前お伝えしているんですが、この実写版ゼルダの伝説、一部界隈からはね、大変な反発にあっていました。そして今回、新たにですね、任天堂からファーストルックが公開されたところ、やっぱりですね、この一部界隈が文字通りのメルトダウンをしているというんです。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、今回ですね、実写版ゼルダの伝説、このファーストルックが任天堂から公開されました。これがね、本当に見事なものでしたよ。ゼルダとリンク、このルックが公開されたというわけですね。なんですが、案の定ですよ。案の定。ね、この界隈がですね、これを受けまして、メルトダウンしています。で、最近のニュースにもね、繋がってくる話なんじゃないかなと思います。いろいろ答え合わせにもなると思うんでね、順を追ってここまでの騒動を整理していきたいと思います。まずですね、事の発端はこちらでした。このね、ハンター・シェイファーというトランスジェンダー女性の、女優さんですね。この方ね、演技には大変定評がある、そういった役者さんなんですが、任天堂からですね、この実写版のゼルダの伝説のプロジェクトが発表になったところ、このハンター・シェイファーのファンが、彼女こそがゼルダ役をやるべきだというキャンペーンを繰り広げました。で、この噂というのはね、本人の耳にも入りまして、実際ね、そういったインタビューがあるんですが、この彼女自身も非常にやる気を見せていたんですね。そしてその後ですね、とあるリーカーから、任天堂がね、このハンター・シェイファーの起用を検討していると、そういった情報というのがリークされるんですね。なんですが、実際はですね、これは、このハンター・シェイファー側のね、エージェントによるプロモーションだったんじゃないか。そんな話が出てきていたというわけです。実際ね、何が起きていたかというのは、わからないですよ。本当に任天堂がオファーをして検討していたのか、任天堂がね、そんなの発表するわけがないので、わからないんですが、結局のところですね、こちらにもありますが、ハンター・シェイファーが実写版、ゼルダの伝説のゼルダ役に抜擢されなかったことに、ジェンダー活動家が猛反発ということで、このゼルダ役にはですね、別の女優さん、生物学的女性の女優が抜擢されまして、これにね、活動家界隈が起こっていると。そういった状況になったんですね。じゃあなんでね、ここまでこのハンター・シェイファーが活動家によって押されているのか。それは、このハンター・シェイファー自身が活動家だからなんですね。で、まずこちらですね、以前もね、ご紹介しましたウィキペディアになるんですが、最近このチャンネルで出した動画、そこにも繋がる話となっておりまして、いろいろなことがね、繋がってくるんじゃないかなと思います。ちょっと改めて見ていきますね。ハンター・シェイファーは、アメリカの女優、モデル、活動家である。ここね、アクティビストであると書かれています。ニュージャージー州トレントンで生まれ、ノースカロライナ州ローリーで育った。彼女が注目を集めたのは、2016年にノースカロライナ州の公共施設のプライバシーと安全に関わる法。これね、いわゆるトイレ法と言われるものです。これに対する訴訟に参加したことがきっかけである。この法律はトランスジェンダーの人々が自認する性に対応した公共トイレを使用することを禁止するものだった。つまりはこれに反対していたということですね。そしてここです。彼女の活動が評価され、2017年にはティーンボーグのアンダー21リストに選ばれた。ということでね、これらの活動を評価されて、先日ね、こちらでお伝えしました。ティーンボーグの21歳未満の影響力のある人物、これに選ばれているというわけです。つまりこのハンター・シェイファーというのは、活動家やお目覚めメディアにとってのおみこしになっているというわけですね。じゃあ、このトイレ法にね、反対する訴えを起こしていたのは誰ですか？その中心にあったのがこちらなんですよ。はい。アメリカ自由人権協会 ACLU だったんですね。で、この ACLU に関してはですね、ぜひね、こちらの動画ご覧になってください。どういった活動をしているのかというのがよくわかるんじゃないかなと思います。ジョニー・デップ対アンバー・ハードの訴訟の仕掛け人ですね。発端になったね、アンバー・ハードの書いたと言われていた、ジョニー・デップを糾弾しているように見える記事というのは、実は、この ACLU がゴーストライターとして書いていました。こういう団体なんですね。ACLU は、ノースカロライナ州の包括的な反 LGBT 法である HB2 に対する、これトイレ法ですね。HB2 に対する連邦訴訟に、新たにトランスジェンダーの学生1名、レズビアンの既婚カップル1組の3名を原告に追加したと本日発表した。ハンター・シェイファーは17歳の若い女性で、ウィンストン・セーラムにあるノースカロライナ芸術学校附属高校の学生である。ハンターは9年生の時に性別違和と診断された。10年生になる頃には女子用トイレを使用し、女性代名詞で呼ばれるようになり、その年にはザ・クイーンズコート、つまりこれ女子生徒の代表ですね、にも選ばれている。HB2 の成立により、ハンターは男子トイレを使わざるを得なくなる可能性があり、それは彼女に深刻な不安を引き起こし、嫌がらせや暴力の危険にさらすことになる。
ということで、この時に ACLU とね、トランスジェンダー女性に女子トイレを使わせろと戦っていたのが、ハンター・シェイファーだったんですね。これだけではありません。こちらですね。ハンター・シェイファーが男性パスポートの発行について声を上げた理由。ということでね、ここでは何が起こっていたかと言いますと、このハンター・シェイファーがね、撮影中にパスポートをね、紛失するんですよ。盗まれたと言っているようですが、で、再発行したところ、そのパスポートにはね、これまで女性と表記されていたのに、トランプ政権のせいで、男性と表記されるようになってしまったと。これを訴えているんですね。シェイファーは TikTok の動画で、この大統領令について触れ、うちの大統領は口ばっかりだからね、実際に目で見るまでは信じないよって思ってた。つまりはトランプがね、性別は男性と女性しかありませんと言ったところで、実際そんなことはしないだろうと思ってた。このように言ってるんですね。なんだけど、今日見ちゃったと言いながら、M の印がついた、つまりは男性ですね。男性の印がついた新しいパスポートのページを掲げた。というような形で、この人はですね、もう10代の頃からね、ACLU と共闘しているくらいですから、非常にね、こういったご活動が目立つ人物なんですね。でもわかります皆さん。このトイレ法もそうです。今回のパスポートの件もそうですが、このチャンネルでもね、最近お伝えしておりますが、ゴールドジムの件と、パリ五輪の件、繋がってるでしょこれらの話って。結局ね、こういう人が、トランスジェンダー女性に女子トイレを使わせろ。トランスジェンダー女性のパスポートは女性であるべきだ。このような活動をして結果どうなりましたかって話ですよ。でね、このハンター・シェイファー自身はね、非常にパス度も高いし、これパス度というのは、女性の中にいてもバレない度合いですね。これ業界でパス度というんですが、パス度も高いし、本当にね、女性になりたくて、それを自認してる人だと思うんですよ。なんだけど結局のところね、こういった活動によって、筋骨隆々のね、もうほんとどう見ても、女装した男性にしか見えないような自称女性がバスルームに入ってきちゃうわけでしょ。なので結局のところね、折衷案ではなくって自分の権利を訴えているだけということですよね。これだけじゃありませんよ。こちらですね。はい。おなじみのティーンボーグね。これを報じておりますが、なんとですね、このハンター・シェイファー、ここにね、見えておりますが、反シオニスト団体とね、協力しまして、ガザ政策に抗議する抗議活動に参加し、ここね、あるんですが、はい。逮捕されてるんですね。なので、思想としてはね、我らが親善大使、レイチェル・ゼグラさんに近いものがありますが、この方はね、自身がトランスジェンダーだということもあり、本当にね、実際に行動し、こういうことをする、女優でありながら、生粋の活動家なんですね。なので、ジェンダー活動家たちはもうおみこしですから、この任天堂の大作実写映画に、このハンター・シェイファーを送り込みたいのだろうと見られているわけです。で、現在ですね、ジェンダー活動家や LGBT メディアが注目しているのが、こちらですね、小島秀夫監督。この小島監督ね、ジョーダン・ピエール監督と共に、OD というね、ホラーゲームを制作していると言われておりまして、この主演がハンター・シェイファーなんですね。で、早速ね、こちら、デムというね、LGBT メディア。これには大変注目をしているようで、記事を出していると。そしてこちらね、シェイファーのような LGBTQ+ の俳優が、ビデオゲームの世界に進出し、しかも、小島監督のような、業界の巨匠と組む姿を見ると、自分たちは孤立していないと実感できる。だから小島監督のことをね、トランスアライとまでは言ってないけども、この小島監督がね、LGBTQ コミュニティに寄り添ってくれていると言いたいわけですね。で、実際ですね、こちら小島秀夫監督、ハンター・シェイファーのね、新作のショートフィルムのね、プロモーションにも協力しているようで、プロモーションって言ってもね、何かもらってるわけではないでしょうが、このポスターをシェアしたりしているんですね。そうしますと、小島監督はハンター・シェイファーが美しくて演技ができて、しかもトランスであるということを、キャラクターの全てをトランス性にしなくても成立させるだけで、トリプル A 作品における史上最高レベルのトランス表現を見せてくれるかもしれない。反ウォークハどもが泣きわめいている。ありがとう小島。冗談抜きで小島とハンター・シェイファーは他の誰にもできなかった形でトランスの権利運動を前進させられる可能性がある。というような形でですね、現在ね、こちらの界隈は小島秀夫監督がね、自分たちの仲間であると認識し始めておりまして、LGBTQ コミュニティをフックアップしてくれるはずだ。反ウォーク派ざまあ見ろとやってるわけですね。今後ね、おそらくメディアもね、そういった形で報じていくんじゃないかなというような気はしますね。つまりこれをゼルダの伝説を通して任天堂でもやりたかったと、このようにも考えられるんじゃないかなと思います。そしてね、今回このようになりました。宮本です。素晴らしい大自然でゼルダ役のボー・ブラガソンさん、リンク役のベンジャミン・エヴァン・エインズワースさんと共にゼルダの伝説実写映画の撮影を本格的に開始しました。撮影は順調に進んでいますので、静かに見守っていただけると幸いです。劇場公開は2027年5月7日予定です。もうしばらくお待ちください。という形でね、こちら英語でもね、ポストされているんですが、このようなファーストルックが公開されたと。で、特にね、ちょっと驚いたのがこちらですね、リンク。これはもう思いのほかハマってるなと思いましたが、どうですか皆さん。すごいですよね。するとね、こうなるわけですよ。映画史上最大のミスキャスト。
ハンターこそこの役にふさわしかったのに、誰も聞いたことのない女の子じゃなくてさ、実写版ゼルダの伝説の正式なティザーが出たことで、ハンターシェーファー派がまたゾロゾロ湧いてきた。彼らはハンターシェーファーがゼルダ役ではないことに今も激怒している。彼らはすでにこの映画は絶対にこけると言い張り、見ないと誓い、任天堂がハンターシェーファーをキャスティングしなかったのは巨大な間違いだと主張している。ここね、ハンターシェーファーの方が良かったよ。任天堂は成功したくないんだ。ハンターシェーファーこそがこの役にふさわしい。ここね、ハンターシェーファーであるべきだった。これハンターシェーファーじゃないじゃないか。ハンターシェーファーが選ばれなかったという事実を我々は受け入れない。彼らはハンターシェーファーという最高のカードを持っていたのに、傑作にできたはずなのに。ここね、この人たち一体誰なの？ハンターシェーファーはどこだ？ということでね、この他にも様々な投稿というのがまとめられているんですが、こんなの偽物だとかね、この方はね、ブーイングしてみたりと、こういった状況になっているんですね。ちなみにこちらディスカッシングフィルムですが、ここにもね、ハンターシェーファーが良かったと。ここね、ハンターシェーファーだったはずなのに、こちらもね、ハンターシェーファーがやるべきだったと。このような投稿というのが実際に寄せられています。はい、ということで本日はですね、先日実写版ゼルダの伝説のファーストルックが公開されまして、いつもの界隈がやはりこれに対して反発しているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。で、以前もね、これ少しお話ししているんですが、このね、ハンターシェーファーを推している人物の中には、本当にハンターシェーファーのファンもいるでしょうが、それを偽装したね、違う目的のある活動家も、存分に混じっているんじゃないかなと思いますね。このね、ハンターシェーファーというのは本当にね、活動家たちのおみこしですので、先ほどのね、小島監督のような例があれば、小島はね、トランスジェンダーの味方なんだと、このように言えるわけですよ。勝手にね、本当にそうかどうかわかりませんよ。小島監督が本当にそうだというのであれば、それを貫けばいいんじゃないかなと思いますが、それは自由ですからね。そうでなかったとしてもね、そのように利用されるのはもう必至なので、今後もですね、このゼルダの伝説、続報が出るたびに、このハンターシェーファー論争というのが持ち出されるんじゃないかなと思います。そして注目すべきはですね、このハンターシェーファー派が、ボイコットするということですので、実際ね、これが公開された際の興行収入なんかもね、注目しておくといいのかもしれません。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。